おはようございます。ケンです。今週もテスラに関するニュースがかなり多い1週間でした。今週の結論を先に言うと、テスラの事業面では反転の兆しが見えてきました。ただし、株価は$400を割りました。今日はこの1週間を3つのテーマで整理していきます。需要、FSD、ロボタクシー、エナジー、そして株価$400割れ、この3つで見ていきたいと思います。まず1つ目は販売の回復です。今週一番大きかったのは販売の回復が1つの地域だけではなかったことです。欧州では5月の販売が複数の市場で大きく伸びました。フランスでは前年比 655% の増、デンマークやスペイン、北欧でも伸びています。そしてこの流れは欧州だけではありません。オーストラリアでは5月、モデル Y が全車種で販売1位になりました。EV の中で1位ではなく、ガソリン車やハイブリッドも含めた全体の1位です。これはかなり象徴的です。日本でも5月のテスラの登録台数、これが1996台、前年比で 182% の増です。日本は道路も狭く、駐車場や充電環境も欧米とは違います。その日本で大きく伸びているのはかなり意味があります。さらに中国では上海ギガファクトリーの5月の卸売が85,982台となりました。前年同月比で 39.4% の増です。中国は BYD やNIO、シャオペンとの競争がかなり激しい市場です。でも競争が厳しいこととテスラが崩れていることは別です。今週の数字を見る限り、需要崩壊という見方には少し修正が必要だと思います。次に2つ目のテーマ、FSD、ロボタクシー、エナジーはどこまで進んでいるのか。FSD のバージョン 14.3.2 の2026年モデル Y が本土48周と DC をハンドル操作なしで走破しました。走行距離は約 11,600 キロです。もちろん完全な無人運転ではなく、ドライバーが監視するレベル2のシステムです。それでも48周を無介入で走り切ったのは FSD 進化の大きな材料です。さらにオーストラリアとニュージーランドにも通知が、FSD のバージョン14が現地開発とテストの最終段階にあると通知されました。右ハンドル市場で準備が進むのはグローバル展開のサインです。ロボタクシーでも動きがありました。テキサス州グランドプレーリーに新しい施設を建設中と報じられています。充電、清掃、修理、保管などに使われる可能性があります。ロボタクシーはソフトだけではなく運用インフラも必要です。今回の施設はその裏側の準備が進んでいるサインかもしれません。エナジーの分野ではスペース X や XAI がメガパックを大量に購入と報じられています。AI データセンターは大量の電力を必要としています。安定供給には大型蓄電池の役割が重要になります。AI インフラの拡大とテスラエナジーがつながる可能性があります。ただし、買い手がイーロン・マスクさんの関連企業である点は冷静に見るべきです。3つ目のテーマは株価$400割れです。いいニュースが多かったのに、テスラ株は$391台まで下落しました。直近は$420前後でしたが、一気に$400を割り込みました。$400は心理的な節目です。400から$412の支持帯を割れ、短期的には警戒感が強まったとみられます。では、なぜテスラ株は下がったのか。 JP モルガンの格上げというポジティブな材料もありました。それでも株価は売られました。理由の一つはアメリカの雇用統計です。5月の雇用者数が予想を上回り、労働市場はまだ強いとの見方が広がりました。利下げが遠のき、金利高が続けば成長株には逆風になります。AI、テック株全体の調整の中でテスラも売られた可能性があります。もう一つはスペース X IPO への資金シフト懸念です。一部の投資家がテスラからスペース X へ資金を移すのではという見方もあります。ただ、実際の売りにどこまでつながるかは断定できません。合併観測や希薄化、
ガバナンスも話題になり、慎重さが出ています。スペース X が上場しても、そのままテスラ株主の利益になるわけではありません。テスラとスペース X は別会社、冷静に見る必要があります。さらに訴訟や品質面のリスクもあります。中国では FSD 機能やハードウェア3の制限をめぐる訴訟、アメリカでは FSD の宣伝をめぐる返金訴訟があります。ケベック州では寒冷地でのヒートポンプ故障疑惑の集団訴訟が出ています。FSD が進化するほど責任の問題も大きくなります。フルセルフドライビングという名前は誤解を与えないのか、今後も大きな論点となっていくのではないでしょうか。では今週のテスラをどう見ればいいのか。僕は事業と株価を分けてみるべきだと思います。事業面では明らかに前向きな材料が増えています。販売、FSD、ロボタクシー、エナジーで前進が見えています。一方で株価は金利だったり、スペース X の IPO、訴訟など複数のリスクを織り込んでいます。だから今は強い、弱いと一言で決める時期ではありません。来週以降に見るべきポイントは3つです。1つ目は株価が400ドルを回復できるのか。2つ目は6月の販売が本当に強いのか。3つ目はロボタクシーと FSD の具体的な進展です。一言でまとめるなら、事業には反転の兆し、でも株価はリスクを織り込み中。皆さんは今週のテスラをどう見ましたか？コメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 435.79 ドルで、今週末が391ドルということで、下がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は489票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 70% ですが、正解は下がるなので 19% の方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、3名の方が今回は正解で、連続正解されていた方が全て外れてしまったため、今回の3名の方が1週目となっております。このアンケートですが、4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。